村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。甲子園見てたらやっぱ野球熱湧いてきちゃったね。ちょっとバッティングセンターまで久々にうちに行きますかい。いらっしゃい。バッティングケンタへようこそ。いらっしゃい。いバらっしゃい。バッティングケンタ、バッティングセンターじゃなくてバッティングケンタだよ。え？もうバッティングセンターのシステムはまあそのままだからな。でも普通に遊べるぞ。でもそれだったらその遊んでいいよ。ケンタの要素はどこなの？まあそれは言うなよお前。あれ？お前さ、バットとボールがな。恥ずかしいからお前言わせんじゃねえよお前。バットとボールが実寸大っていうこと？実寸大？いやだからバットとボールが兄ちゃんのバットとボールと同じサイズってこと？お前何言ってんだよお前。もうそんな気持ち悪いお前こうやってするわけねえだろお前。もう見てみろお前これバットとボールにお前ニコニコケンタマークつけたんだよお前。あらららら。お前それでもバッティングケンタってお前可愛げ出してやってんだよお前。恥ずかしいから言わせんじゃねえよお前。それは察しろということでね。まあそうだよお前。どんくせえな。いやびっくりしたよ。俺知り合いから逮捕者が出るかと思ったよ。やるわけねえだろお前そんなこと。お前変な誤解すんだよお前。気をつけよう。じゃあ今日も掛け声を教えてほしいよ。お前しょうがねえなお前。教えてやるよお前。陽介今日の掛け声はこれだ。おう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 。わかったか。これで番組勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さんまもなくです。お前もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。なんだろう。鉄風魔球。ファイヤーマサラカ。スパイヤーマサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤーマサラカ。スパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラガをお送りしていきます。はい、なんだっけ。鉄風魔球。鉄風魔球。方向性はいいんですけど、答えとしては180度全く真逆に答えが出た。直球勝負。ああそういうことね。魔球じゃない。魔球じゃない。直球ストレート勝負です。なるほどなるほど。ということでした。いやでも惜しかった。でもなんかさ、ボケようにもボケらんない字数になってきてんの。今までボケてたの？違うボケてたのあれ。もう分かんなかったらボケれるじゃん。はいはいはい。でも例えばさこれ T シャツもらったじゃん。にあれに書いてあったじゃん。はいはいはい。おじよごまつらい。それがさちょっと来てんの。端っこにいんの。あのぐらいのなんか分量がカムバックしてもいいのかなって思って。なるほど。これクレームです。まあさすが今のは T シャツになんないからね。なんない。鉄風魔球。ということで8月9日今日ですね。野球の日です。おそのままですね。8と9の語呂合わせで甲子園の時期ということで、今年の甲子園は昨年に続いて暑さ対策のため午前と夕方の2部制で6日目まで行うそうです。なるほどね。福岡の代表は西日本短期大学附属高校、愛知の代表は豊橋中央高校。2人とも野球のイメージがあまりないんですが、見に行ったりやったりしますか？しないです。見に行ったり俺たまにするわ。してるね。そういえばね。チケットもらったりとかね。あとまあ単純にあれだね、ビールうまいじゃん。そう野球場で飲むとか、なんだろう、あの空間が俺は好きだ。まあでもそれいいっていうよね。だからサッカーとかもそうだけど、やっぱその現場に行って感じるその試合感っていうのはすごいいいっていうね。サッカーはちょっと微妙な。そうなんだ。展開が早い。野球はゆっくりやるじゃん。そのまったり感も含めていいんだ。で急に訪れるなんかチャンスとか。そうなるほどね。ああいうのが意外とテレビで見るより球ってこんな速いんだとか、こんな音鳴るんだドームでみたいながあるから、なるほどね。そこかな。
でやったりはもうねやんない。まあでもまあ甲子園ね、1回しかないこの選手を楽しんでほしいなと思います、そして8月4日にフェイトグランドオーダー、テンスアニバーサリームービーテーマソング、素晴らしい世界神山陽×陽介スパイアがリリースされました。すごく映像も綺麗で、なんかすごいですね。いやでもありがたい話だと思う。フェイトは本当になんか知ってるって当たり前みたいな。なので、ね、すごくありがたかったですね。いやありがたいですね。神山さんね。そして8月11日が、我々デビュー15周年ということで、もう15番ティーはできてるの？15番ティーはね、もう作ってますよ。今回だから、Just Like Thisで出す2日間あるじゃん。だから1日目の15番ティー、2日目の15番ティーっていうのをとりあえず作ったんですよ。ゲームシャツです。サッカーゲームシャツ。ああなるほどなるほど。いいね。で、ちょっとオマージュというか赤黒と青黒っていう感じでね。で襟付きのちょっとまあ2000年代とか90年代ぐらいのサッカーのユニフォーム、ちょっとダボっとして襟がついてみたいなの15番ティーです。の15番。ちょっとね15番ティーは欲しいんだ。まあもう一個案があったんですが、ボツというなるほどね。ということでメッセージをいただいてます。ラジオネームまんじゅうさん、よすきさん、けんちさん、こんばんは。これはただの応援してくださいのお便りです。私は今大学4年生ですが、7月から年末まで実習で会社に出勤しなきゃいけないんです。もうほぼ1ヶ月出勤してますが、この仕事が私の適性と全然合わなくてすごく大変です。毎日ストレスが重なって、こんなことをあと5ヶ月できるかなって心配している状態です。でも諦めるつもりはないです。素晴らしい。なのでよすきさんとけんちさんから応援をもらって頑張りたいです。よろしくお願いします。これは頑張ってください。もうこれ頑張るしかない。頑張れ。もうね全員がもう初めてなんだからね、頑張ってください。何やってもまずはね、応援してます。そうだね、頑張っていただいて。ラジオネームみーさん、よすきさん、けんちさん、こんばんは。私は今月が誕生日なのですが、年を重ねるきっかけに無駄遣いを減らそうと思ってます。お二人は誕生日が来た際に何が目標ややりたいことを見直したことなどはありますか？暑い日々が続くので体調に気をつけて頑張ってください。あります？俺はね、ヨガを始めました。ヨガ始めたんだ。へえ。水虫にならないように。それはもみけさんね。ホットヨガね。ホットヨガで水虫。ちょっとね、俺はヨガを始めてどうなの？やっぱね、その時間だけだけど、やっぱ血流も良くなるし、体も温かくなるし、あとね、すごいぼーっとする。今始めてどのぐらい？1回行った。だろうなと思ってもめちゃくちゃ浅かったもんね。言ってること浅々だったよ。でもすごいぼーっとできるわと思って、これはじゃあ続けますって続けることでした。じゃあちょっとぼーっとしたいの。3ヶ月後にもう一回聞くわ。入会金無料キャンペーン適用条件が4ヶ月まで継続条件だから、年内までは絶対確実にやんないと。それまああれでしょ、契約要項でしょ。そうそう。陽介の気持ちは3ヶ月経ったらどう思ってるのか分かるじゃん。ヨガでどうなんだってもうやめるわって言ってるかもしれないしハマるかもしれない。そうね。ちょっとじゃあ俺はこのタイミングでと思って、いいじゃないですか。ヨガを始めました。素晴らしいと思います。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲は神山陽×陽介フラムスパイアで素晴らしい世界でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。ドケスデンナシナハノチダモトこのコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです、僕らは決してあんたの話でしょなんてことはありません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。わかんない？わかんないわ。何語？ドケスデンナシナハノチダモト。わかんない。何語か待って反対から読んだだけ。なんだそれなんだそれしょうもねえなはい、しょうもねえわラジオネームレインボーさんはい、よすけさん、ケントさん、こんばんは。こんばんは。友達の話なんですけど、
ある日田舎の方に車で遊びに行った友人は、ふと目に入った道の駅に立ち寄りました、そこでお昼を食べてトイレに行くとなんと行列が、どうしようと思っていたら仮設トイレがあるのを発見、とりあえず入って鍵をかけてズボンを下ろして用を足そうとしました、ですが仮設トイレに慣れてない友人は、鍵をうまく閉めれてないかも、とドアを警戒していたそうです、すると案の定人の足音が聞こえドアを開けられないように瞬時に立ち上がり、ドアノブに手を伸ばしたんですが、時すでに遅し少し開けられて女の人に見られてしまったそうですでも長めの服を着ていたので、全ては見えてはいなかったそうです。よかったよかった。友人はとっさにすいませんすいませんと言ってたよ今思えばなんでこっちが謝って開けた側が謝らないんだ怒りが湧いてきましたのさこれはまあ開けた方も悪いね。いや開けた方は悪い、開けた方はすいませんだよね。これは開けた方が、すいませんすいませんバン。そう逆だよね。なんで堂々と開けてさ堂々と閉めてんのって思うけどまあだからこのレインボーの友達さんは、怒りが湧いてくるのは当然だよね。当然だけど君も悪いっていう。まあそうだからまあでもまあ謝ってじゃいい。そう謝ってる。だからこれはもう向こうが悪いわ、開けた方が、開けた方がもうすいませんだよ。だって自分家のトイレなんじゃないんだもん。あとトイレの文句が一個あってさ、何？全世界共通の便座の高さにしてほしいよ。いやそれを勝ち取った会社が勝つだろうね無理でしょそれはもう。いやサンディエゴ行ったじゃん、高かった。そう俺足浮いちゃってたよ。俺それがね俺分かんないのよ。俺身長が高いから、別にでさしかもさ、大丈夫なんだよな。海外のトイレってさ、見えるじゃん下。見える、外からさ。そうなんなら防犯上ね。なんならさ、頭もちょっと見えるぐらいのある。で扉のこの横、見えるし全部隙間空いてるよね。で俺そう座って、で子供みたいな足プラプラ足プラプラさせてまあでもしょうがないわあれは。だから平均的な、だってサンディエゴとかさアメリカなんてもう俺が平均身長みたいなところあったよ。いやほんとそうだから大体まあ180前後の人に合わせてやるからね、やっぱね。しょうがないよね、もうそれはしょうがないか。どうしようもないと思います。ありがとうございます。もう一件いきますか。はいよ。ラジオネームすーちゃんさん。はい。友達の話なんですが、子供が夏休みで毎日宿題をやっているらしいんです。するとある日これどうやって解くのと子供から聞かれ、小学生の時は勉強で困ったことのなかった友達はどれどれと自信満々に宿題を見ていたそうです。ですが宿題が全く分からず、ただ分からないというのは、親の威厳を守るため言えず、これママの時になかったなと言ってごまかし、追い打ちで子供からママなのに分かんないのと言われて親の威厳が揺らぎそうになったので話をそらすために急遽フルーチェを一緒に作ったそうですいやいいと思う、いいと思う。めっちゃね可愛いわ。これは可愛い話だわ。いいんじゃない？子供も多分ね、この夏休みの思い出フルーチェできっといっぱいになると思うよ。いやフルーチェさ、なんかフルーチェを最近食べたの、なんかね昔と味が違う気がする。まあどっちなんだろうね。いや陽介の俺がちっちゃい頃のやっぱ味覚が研ぎ澄まされてるから、やっぱり子供の頃って。だから昔さ、フルーチェ出てきた時大喜びじゃん。で最近食べた時に、感動が薄れてんだよ。まあしょうがないよねそれは。だってもっとうまいもん食ってんだもんだってまあね。でそれで言うんだったら俺はちっちゃい頃から変わらず感動するのはやっぱうまい棒。あ、そう。うまい棒はうまって思わんそうあれマジうまい棒のチーズ味とかマジで感動しない？いや俺あれだ、コーンポタージュ。いやそれ どっちでもいいんだけど正直だからすごいなって思う。でさフェスかなんかの時にペタグミって俺みんなあったね。あったじゃん。すんげえ硬いグミ。そうあれうまい。うまいじゃん。あれうまい。あれをさ俺は探し求めてるわけ今。いろんなコンビニに寄ると絶対あれを見に行くの。ないの？いやあるんだけど、今まではブドウ味しかなかったの。はいはい。でフェスの時にさマスカット味、あったじゃん、最近出てきてさすっごいそれもシャインマスカットって今、時期だよね多分。
まあ夏だからそういうのは時期だかになってくるんじゃないらマスカット出てきたね。あそういうことかああいうのも時期物でしょだって、まあ確かにね期間限定ものかなのにブドウはお菓子界ではレギュラーでいるよね。レギュラーでいるあれ何なんだろうねあれはねまあでもすごく可愛い話でしたね。ね、とっても良かったと思います。ぜひ大人になってその真相をねお子さんに伝えながらまたフルーチを作ってほしい。そうだあの時ママさつって分かんなかったんだよね。いや夏休みらしい話ですね。良かったですね。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話をお待ちしております。それでは今日はラジオネームすーちゃんさんの友達の話からこちらを選曲しました。チューブで夏休み。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はチューブで夏休みでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もお悩みが届いております。ラジオネーム杉さん。杉さんありがとう。陽介くん健太さんこんばんは。こんばんは。僕の最近の悩みは、CD が増えすぎて家を圧迫していることです、もうかれこれ10年ほど気に入った曲があれば CD を買うというのをやっています、データでもいいじゃんと自分でも思うんですけど、いきなりサブスクでの配信をやめたりされるとどうしようとなるので買っちゃってます、これに追加して最近レコードにも手を出しちゃって本当に結構やばいです、2人は CD とかどうしてますか？僕はどうすればいいですかね？でもまあどうすればいいかについては趣味としていいんじゃない？めちゃくちゃいいと思うよ。めちゃくちゃいい趣味だと思う、レコードも手出しちゃったから、いいまあ沼だからねレコードなんかはね本当にだから本当にスペースだよね、だからうまく空間を使うしかないよ、じゃあ僕は CD は基本的にやっぱ全部売っちゃったりとか捨てちゃったりはしたんだけど、データに移行してもう唯一その自分がよく聴いてきたアルバムのレコードとかはそのなんだろう鑑賞用というかとして買ってる。ディスプレイでね、ディスプレイ用というかまあそういうだからディスプレイとして置くっていうのも一個さ、圧迫している収納スペースから脱出させる一個の方法じゃん、まあ方法だね。まあでもこんだけさなんだろう CD もレコードにもこう思い入れが入るんだったら全然なんかその圧迫してきたことが辛いんだったらもう倉庫借りよう。今安く借りれるから。いやでもね、積みたいんだよ多分杉さんは。じゃあ積んどこもうなんか天井まで詰めるさなんかこうショップみたいにしたらいいと思う、まあでも圧迫されてっからね。圧迫されるもんじゃん。だってショップだもん家じゃないんだもん。じゃあもうそうディスプレイするか、あとはそう別の場所を借りるか。そうだね。だからもうこれあと10年したら死ぬほどレアな CD がその中にあるかもしれないよね。本当にだからそういう意味も込めて趣味は取っといていいと思いますよね、いろんなさ、ものが過ぎ去って忘れていくじゃん、そうだね。でやっぱこういうさ CD とか服とかさ、これあの時買ったなとか、これああいう気持ちで買ったなとかさ、そういうのがさ一個さ自分の中のこのメモリーカードになるわけじゃん、だからねその趣味は多分ずっと続けてていいと思うな、いいと思います。だからもう入んなくなったら倉庫、倉庫だね、おは引っ越し。でも本当にこれはいらないなって思うものに関しては捨てればいいと思うんで、まあね、売るなり捨てるなりして、いいと思います。それで続いて、ラジオネームカニョンさん。健太さん陽介さんこんばんは。14歳の長女の将来の話なのですが初めての夢は小学4年生で服のデザイナー、きっかけはピアノの発表会のドレスを絵で描き私にオーダーしてきました。せっかくなので一緒に生地を選び作ってあげたところ大喜び、しかし5年生になり、芥川龍之介の本を読んで今度は小説家、6年生では担任に憧れ教員、自分から中学受験も希望し今中学2年生になりました、最近言わなくなったので夢を聞くとわからないと。理由はなんと AI 化です、希望した職業がいつまであるかわからないと思うと目指せないと言い出しました。確かに気軽に夢を見れなくなってきてしまったことに少し悲しくなりました、とにかく今は英語を頑張って選択肢を増やすそうです。
お二人は小さい頃の夢は何でしたか？また音楽で行こうと決めたのは何歳頃でしょうか？はあ。いや長女ちゃんできすぎちゃんだね。これはすごいね。あれでしょ、考えてなかったでしょ？考えてないね俺らなんか音楽なんてさ考えてないよ。頭いい人絶対に選ばない夢だからね。考えてなかったからできた。やることが音楽しかなかったそうだけで、だからなんだろう、頭がいいんだろうね。 AI を操る側になった。だからまあプログラマーとか AI を作る会社とかね。まあでもね、いやなんかね、だからね、バカである方が幸せな時も大いにある、やっぱりそれは思う。だからそのなんか、そうやって AI がこれまでやっちゃうみたいなさ、どんどん考え込んでしまうようなこのカンニョンさん娘さんの話だとすると、バカの方が幸せそうに見えるもん。いやそうじゃない？今特になんかこうだからまあ、そうだね。でも一個言えるのは、その最初の夢、デザイナー、服のデザイナーっていうのを小学校4年生から、今だから中2、中2までもう死ぬほど時間割いてこう頑張ってたとするじゃん、服のデザイナーを目指しますって中2までやったら何歳から何歳？これ小学校4年生だから、10歳から4年間、その頑張った4年間って無駄になんないから絶対に、何か一個にこうちょっとバカになっていけたらいいよね。その長女ちゃんがこう俯瞰してみるだけじゃなくて、まあ最後その教員でもいいや、なんかでもいいから教員試験を合格したところでもしなんか違う夢ができるならいいと思うんだけど、こう何もなさずして夢をこうどんどん変えていっちゃうっていうのはあんま良くない気がするんだよね、俺は。まあね、やっぱり一個頑張ったっていう自信がなくなっちゃう気がするから。まあでもまだ中2だよね、まだ時間はありますから、ありますね。じっくり世の中の動きを見ながらね、でもまあ時にはアナログに何か気づきがあったりする時もあるからね。そうね、ほんとそうだと思います。この CD がね捨てられないね、杉さんのような人がほんと幸せな時もあるんだね、本当に。だからまあ、いろんなことをマイナスに捉える、ね、ポジティブになんか接していけば、なんかおのずと自分のね、本質も見えてくるんじゃないかと思うので、ぜひね、娘さんのサポートも、頑張っていただきたいなと思います。そしてね、ライブで会った時にね、見てくださいね、このアホな4人を。こいつらはこれしかできないからこんなことやってるって。でもこいつらなり幸せなんだろうな。そう見ていただきたいなと思います。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのまさらか。お送りしているのはスパイアで Chase the Shine です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。いやもう中学生が AI の進化について考える時代が来てんのね。そう、まあでも考えないと多分その今の子たちは AI ネイティブの子たちは、そういうことだって。陽介とかもあれでしょ、陽介たちはもうネットネイティブじゃん。まあそっか。俺らはネットネイティブとかじゃないもん、アナログネイティブだから、やっぱりだからその多分時代時代で絶対にねあるはずだから、それは。でもなんか大きくくくっても、言うてこの何十年で急速に何かが変わりましたみたいなのってさ、あんまりないじゃん。緩やかに変わってる、そうだね。だからいつの間にか変わってたっていうのが多いね。だから、それに気づくか気づかないから、中学生のね、カニョンさんのね、娘さんね、もう多分その辺も分かってるからね。分かってると思う。いろんななんか本読んだりとか、音楽聴いたりとか。頭いいんだよ本当に。そうだからちょっとね、考えすぎるのよくないから。チャット GPT と遊びすぎない多分ね。考えてんだよね。やってそうだよね。いやめちゃめちゃやってんじゃないね。あいつも言うて、統計学だからね。だからそこはね、もうどうしようもないところもあるから、まあ我々人間なので人間しかできないことをね、やっていくのがいわゆるお仕事というものなので、そこもね、なんかこう久々になんかこういう染み込んだ
お悩みだったね染み込んだなんかこうなんかチョコみたいなやおでんの大根みたいなね、おでんの大根みたいな染み込んだはい、ということで、現在、はいフェイトグランドオーダーテンズアニバーサリームービーのテーマソングになってます神山陽さんとのコラボ楽曲素晴らしい世界が配信中です、そして、ボートレース 2025CM ソングの、新曲チェイス・ザ・シャインも配信中です、そして、Just Like This 2025今年は9月27日土曜28日日曜の 2days で、会場は山梨県川口湖ステラシアターです、Day1、Day2 ともに異なるセットリストでお届けするのでぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパヤのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください、ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。